スマホはいつ渡しますか？これは軽いの来たな、いいね、いいところで軽いところ来た。もうこれみんなに聞きたい。スマホを子供にいつ渡す？まあ、スマホだけじゃなくて携帯電話を子供にいつ渡す？ピッツフォンなのか、それをスマートフォンに変えるタイムがどこなのかっていうのは、もうこれ全ての親に聞きたい。どういう考えですか？でも小1で iPad もらえるんですよ。うん。だからでも iPad はそれ自体で電話できるんですよ。この電話できる Wi-Fi 用の iPad。うん。好きなことを調べたりとか、それはもうできるから、お稽古事とかをしだしたら、もう低学年でもいいのかなと思う。その全部が全部私たちが送り迎えしなきゃいけないやつだったらしょうがないけど、キッズフォンぐらいはいいのかな。持っててもいいってなんかすごい全部受け身な感じです。いつ渡すの？それは子供が何か言ったら欲しい。そうだね、欲しいって言ったら。じゃあ幼稚園で欲しいって言ったら渡してあげる？なんで必要なの？だってそれだったらさ、小学生で塾とか行くとこにだったら渡してもいいって言ったでしょ。でも俺らの世代の時そんなもんなくて、本当もなかった。確かに。確かに。なのになんで今回は小学生で渡すってなって。そうだね。あ、でも、うちらの時にまだ電話ボックスもあったから10円玉を持たされてたりしたじゃない。だから最悪どっかで電話しなさいはできたんだけど、まあ今だって電話ボックスあるよ。そんなにまあ昔ほどはないけど、でも駅前には1個は必ずあるし。だからそこまで行かなきゃいけないわけでしょ。そりゃそうだけど、そうだったでしょ昔。でももっと頻繁にあったじゃないですか。コンビニごとぐらいにはあったしさ。探そうと思って見つからないほど少なくもないよ。そうだね。だから駅前にはあるし、多分学校にも多分1個あるし、本当に困ってしまったら近くに歩いてる大人に言えばなんとかなるのよ。うちのめいっ子ちゃんは本人が言ったからちょっと怖い思いもしたから、親も不安だし思った。まあまあこれ男か女、子供が男か女かでもすごい考え方が変わるだろうなと思って、じゃあどこで渡すの？どこで渡すの？まあだから小学生はやっぱり高学年になって夜遅くまで塾行くみたいなことがもしあるんだったら、まあそういう条件あるんだって、まあ例えば、まあ6年7時だったらまあ小学年、まあ高学年だったら OK かなと思うけど、まあそこで8時9時みたいになるんだったら、まあそれであれば持たせとこうかみたいなのはあるかな。どうなんですかね。そこでスマホになるのかね。まあもうそこまでいったらスマホって思うのかな。いや、スマホだから本人が欲しいって言ったら、本人が欲しいって言ったら、多分欲しいかどうかは多分もう6年生とか5年生くらいに言うと思う。言うだろうね。もうみんな持ってるだろうしね。みんなは持ってないんじゃない？なんか結構男の親に聞くと大体高校生ぐらい。今？わかんない。これも間違った情報か。今そのスマホがすっごく誰でも持ってる、そのじいさんばあさんでも持ってるみたいな時代になってきて、高校生ってこと？その子たちが上がってきたのが大体高校生ぐらいっていう。まあ早い人は多分中学か高校かで分かれるんじゃないの？で女の子とかは中学生、やっぱりちょっと安全志向が強いんだと思うんでね。まあ高校生多いんじゃないかなって思ってるんだけど、だってこのさ、やっぱり料金問題もあるんだよ。誰がお金を払うんだもん。兄弟も多いとね。でも自分は別にスマホは高校ぐらいでいいかなと。今はそう思ってるだけですよ。ひょっとしたら時代が変わる。そう、すごいいろいろコメントが何をこういったこと言ってんだとかコメントが来たらちょっと考えがかかるんですけど、自分はでもWi-Fi 使いでのなんか使用はもう iPad 本当にくらいするんですか？小1でもらえる。全国共通だけど。多分そうだと思うんだけど。わかんない。であればまあそれがあるんで、まあ電話っぽいことはそれの LINE とかでできるってことでしょ？LINE とかはわかんない。やっぱり制限あるんじゃないですか。制限はあると思う。だからまあそれがまあそう制限あるんだったら、まあそれに変わるもの、まあ iPad なのか iPod Touch なのかは Wi-Fi 環境ではもうほとんどスマホ的なこう使い方ができるので、そういうのはなるべく早めに渡してあげて、もう本当に調べたいものは自分で調べるみたいなことは、まあ、それはもうすぐできるようにしてあげたいなと。そうですね。スマホ結局何？だってそれは携帯でしょ？スマホは何？スマホ欲しいって言ったら小学生でもあげる人
携帯電話としてっていうこと、うん、小小学生でもなんかその下の制限も全くなかったけど、幼稚園でもなんか欲しいって、なんか今欲しいって思ってるけど、まあ確かに幼稚園とか持ってる人いるのかな、幼稚園。スマホ自体はどうかな、やっぱ中学生ぐらいかな。中学とは思生。うけど。そうね、まあそういうくらいなのね。なんだっけ SNS でいじめするとかもうん、あるから、携帯を使うときはリビングでしか使わせないとかいうお家もあるね。あるし、でもさ、場所を制限したからっていじめがなくなるわけもないと思うんですよね。それが少なくはなるかもしれないけど、そう自分はそのスマホでそんなにこのいじめ問題を心配することはないのかな。ただこのスマホ中毒的なところはそうですね。ちょっとどうすればいいんだろう。まあ、誰しも多少は一度は入ると思うんですよ。そうですね。まあ、ゲームもそう。だって大人だって YouTube 見出したら小1時間とかなるもんね。まあそうですね。まあでもやっぱりそこからやっぱりなんか学んでほしいんだよね。なんかハッとして、あれ俺今日一日あったのに一体何をやっていたんだろう。みたいなカメラずらさない。それはあるね。でもその学ぶまでにさ、3年ぐらいかかられちゃったらさ、人生に結構な打撃を与えてしまってるんで。そうだね。まあ、これはおいおい、もうスマホ問題は今から決めたって、その通りには絶対ならないと思う。そうだね。まあでもやっぱり中学生か高校生。でまあ、基本的なのは、まあ、やっぱりちょっと求められる状況になったらっていうことですね。そうですね。と思います。はい。じゃあ今日はこんなところで。こんなところで。まあ、いつまで続くかわかりませんが、よかったら。はい。はい。では、また次の動画で。バイバーイ。バイバイ。